私は現在、心理学を学んでいるのですが、今回もその学びの一部を皆様と共有したいと思います。今回は子供のために尽くす親が果たして良い親なのかについて考えます。愛する子供のために、どんな犠牲もいとわないという親御さんを、時々目にします。そのような献身的な姿は、一見すると深い愛情の表れであり、素晴らしいことのように感じられるかもしれません。けれども、献身的な親が常に良い親であるとは限らないのです。このトークでは、その理由を考えてみたいと思います。親として、子供のために自分を犠牲にすることを厭わない、という考え方は、愛情の深さを表すものと受け取られがちです。でも、親が自分を犠牲にしすぎる行動が、いつも良い結果をもたらすとは限りません。過度な自己犠牲は、むしろ望ましくない影響を生むことさえあるのです。親であっても、一人の人間です。自分のニーズや幸福をいつも後回しにしていると、ストレスが蓄積し、心や体の健康を損なう可能性があるでしょう。それが結果として、家族全体の幸せを脅かすことにもつながり、理想から遠ざかってしまう恐れもあるのです。良い親であるためには、子供のために尽くすことはもちろん大切ですが、同時に自分自身の健康や心のゆとりにも目を向けることが必要です。また、親が子供に対して過度に手をかけすぎると、子供の自立心や問題解決力を育てる妨げにもなりかねません。親がすべてを先回りして行ってしまうと、子供が自分の力で試し、失敗から学ぶ大切な機会を奪ってしまいます。子供にできることは、できるだけ自分でやらせてみて、自立や学びのきっかけを与えることも大切です。子供が自ら学び、成長していけるように、たとえ親が手を貸せる場面であっても、あえて子供に任せて、試行錯誤の経験をさせてあげることが、長い目で見れば子供の力を育てることにつながります。たとえうまくいかなくても、失敗してしまったとしても、その経験からなぜうまくいかなかったのか、次はどうすればいいのかと、子供自身が考える機会を得ることができます。これは子供にとって、かけがえのない学びとなるでしょう。親が先回りして何でもやってしまうのではなく、子供を信じて、任せてみましょう。親にできることは、そっと見守り、必要な時に寄り添ってあげることです。そして、失敗した時も責めるのではなく、次にどうすればよいかを一緒に考えていく姿勢が望ましいでしょう。親が自分を犠牲にしてまで子供に尽くす姿勢は、知らず知らずのうちに、子供に大きなプレッシャーを与えてしまうこともあります。子供は親の自己犠牲的な行動を敏感に感じ取り、感謝しなければならないという気持ちを抱くでしょう。人は誰かに親切にされると、お返しをしなければならないと感じるものです。親子の関係でもこの偏方性の原理は働くため、親がこれほどまでに尽くしてくれているのだから、自分も親の期待に応えるべきだと思ってしまうのです。こうした気持ちは、時に子供にとって重荷になることもあります。本当は自分のやりたいことがあっても、それが親の望むこととは違うために、自分の気持ちよりも、親の期待を優先してしまうこともあるでしょう。親思いの子供に見えるかもしれませんが、実はそれが子供自身の自由を奪ってしまうことになるのです。時には子供が親の期待に反して自分の道を選ぶこともあるかもしれません。でも、
その時には子供は強い罪悪感を抱き、精神的に苦しむことも珍しくありません。親は子供に尽くしすぎることが、子供にとっては負担になってしまう可能性があることを理解して、子供にプレッシャーをかけないよう心がけることが大切です。理想的な親になるために、子供が求めるすべてを与える必要はありません。子供は様々な要求をするものですが、それにすべて応えようとするのは現実的ではありませんし、親が無理をしてまで与える必要もないのです。その代わりに、子供の気持ちに寄り添って受け止めてあげることが大切です。たとえ否定的な感情であっても、責めたり叱ったりせず、そう感じるよねと共感しながら受け入れてあげる姿勢が望ましいのです。例えば、子供が何かを買ってほしいとおねだりしてきたとします。でも、家庭の状況から買ってあげられなかったり、与えることが望ましくないと判断することもあるでしょう。そんな時、親が買えないと伝えれば、子供はがっかりすると思います。そのがっかりした気持ちに、そっと寄り添ってあげてください。欲求は叶えてあげられなくても、がっかりしたよねと共感してあげることで、子供は自分の気持ちを受け入れてもらえたと感じるでしょう。そうした経験を何度も重ねるうちに、子供はどんな感情を抱いていても、受け入れてもらえると思えるようになり、ありのままの自分でも価値のある存在だと実感できるようになります。そして、それが子供の自己肯定感を育む上で大きな力になるのです。思い通りにならない体験や我慢をすることも、子供にとっては決して悪いことではありません。むしろ、そのような経験が、思い通りにならないことへの耐性を養うことにつながるからです。いつも我慢させてばかりいるのは良くないにしても、時にわがままをさせることも、子供のためになるのです。最後に、とても大切なことをお伝えします。それは、子供は親とは別の、一人の独立した人間であるということです。たとえ親子であっても、性格や興味、価値観は異なるものです。親は子供の個性を尊重し、自分の価値観を押し付けないことが大切です。今回の話をまとめてみましょう。親の自己犠牲や献身的な姿勢は、見た目には美しく感じられるかもしれません。しかし、実際には、望ましくない影響をもたらすことも多いです。親が自分自身を犠牲にしすぎると、心や体が疲れてしまい、長い目で見ると、家族全体に悪影響を及ぼすこともあるでしょう。また、子供にとっても、親の過剰な献身により、自分で試して学ぶ機会を失い、自立できなくなるリスクもあるでしょう。さらに、親が子供に尽くしすぎると、子供は親の期待に応えなければと感じるようになり、それが心の重荷になってしまうこともあるのです。子供に尽くす気持ちを大切にしながらも、親自身の心と体のバランスにも気を配り、親子ともに健やかに過ごせる関係を築いていきましょう。すべてを子供のためにやってあげるのではなく、子供が自分で挑戦できる場面を作り、そっと見守る姿勢が大切です。理想的な親になることは、一朝一夕に達成できるものではありません。子育ては、親にとっても学びの連続です。試行錯誤を繰り返しながら、親も子供と一緒に育っていくものだと思います。どうか焦らずに、ご自身のペースで、子供と一緒に歩んでいきましょう。ご視聴いただき、
ありがとうございました。これからも、時々心理学の学びをシェアしていきたいと思います。応援していただけたら、とても嬉しいです。もしこの動画が少しでもお役に立てたなら、高評価とチャンネル登録をしていただけると励みになります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。